お金の不安がなければ皆さん仕事に集中できるんじゃないですか。従業員の方のお金の状態を測りに来て、我々今までかけてきた金額的には結構しんどいよなっていうところが率直なところとしてあって、7掛けはいただきたいですし、7掛けのところは売りに対する7掛け、契約が継続している限り、制約した金額の 10% ですね。例えば契約して、5年間売り金の 10% を払い続ける、これであれば1万人の会社さんであれば、年間で360万円でかけることの5年間ということであれば1800万円が紹介費になってくるという形ですかね。ただそこがないと社長のおっしゃられてることっていうのはいつまでたっても机上の空論なので、決定要因も大きく一つだけになります。皆さんこんにちは、株式会社ライフハブの石川と申します。本日ですね、まずはじめに冒頭、当社の説明をさせていただきまして、その後商談と聞いておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。プレゼンターに対しオフィサーと呼ばれる企業担当者が取引額を提示しオファーを行う。収録時間内に実際のビジネスを成立させられるかどうかを見極める真剣勝負のドキュメンタリー番組である。当社は何をやっている会社かと申し上げますと、国の年金であったり企業年金、その他企業の退職一時金、その他イデコであったり NISA であったり、これらを統合管理するシステムを作っておりまして、日本人のですねお金の不安を解消するために、こういったようなシステムを作っているというところでございます。私自身はですねこれまで企業年金であったり退職金制度っていうところの年金型で働いておりまして、その領域のですね専門家としてご認識をいただけたらというふうに思っております。で本日参加させていただきました目的がですね大きく2つございまして、サービスの認知というところと皆様と対話をする中でですねサービスをブラッシュアップしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。我々のこの金融教育支援の領域なんですけれども、大きくはですね国、会社、個人と、3社が大きな課題を抱えているという領域でございまして、特に国に関しては日本人の資産所得が増えなかったという背景がございまして、国策の一つとして取り上げられているというところ、会社に関してはお金が理由の離職であったり、エンゲージメントが下がるというところがございますので、その領域での課題感、個人に関しては今日本人のですね、8割近くが将来のお金に不安を感じているというところが言われておりますので、そうしたお金の不安を解消していくというところが業界的な課題感というところでご認識をいただけたらというふうに思っております。あらゆる年金情報であったり、企業さんの人事制度、賃金制度、もしくは退職金制度であったり年金制度、これらの規定情報を集約させていただきまして統計解析をしてまいります。そうすることでですね、一人一人 ID パスワードがあれば老後2000万円不足問題のようなですねああいった問題ではなくて、一人一人必要な将来のお金が可視化されていくと、そういうような世界をですね実現するために今プラットフォームの開発をですね長らく、3年半以上ですね開発をしていると、そのような状況でございます。具体的には何ができているかというところに申し上げますと、大きくは3つございます。1つがですね年金ダッシュボードと言われております ID パスワードがあればこのまま働き続けて国の年金がいくらもらえるのか、会社の退職金がいくらもらえて自分自身必要な老後必要資産がいくらになるのか、こうしたものが分かるプラットフォーム、そしてですね人生設計というところで老後必要資産が見えた後はですね実は打ち手ってあまり多くないんですね。生活水準をどうするのか、いつまで働くのか、これからのキャリアをどうするのか、このような打ち手しかないと。そして最後にお金に働いていただくという、資産形成支援というところで、ここはもう論点2つだけですね。どういった制度を使ったらいいのか、NISA なのか iDeCo なのか、その他具体的に NISA であればどういう商品を選んだらいいのか、これらが分かって、適切に、そのサービスのですね情報がレコメンドされる、そういうようなシステムを作っております。そうした中でですね我々のサービス B2B2C の法人向けのサービスとして展開を想定しておるのですけれども、企業さんからお金をいただくというところでございますので、いわゆる予算を取っていかないといけないと。で最後になりますけれども、我々ですねお金に関する将来の不安を解消することができれば、もっと皆さん今を楽しめる、そんな世界が来るんじゃないかというふうに思っておりまして、こういう世界をですね作っていけたらと思っておりますので、皆さんからのご意見なんかを伺いながらより良いサービスにできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。要するにこの商品は従業員がお金の心配を減らして安心して仕事ができるようにサポートするシステムである。今の収入や将来の貯金を分かりやすく見せてくれて、一人一人に合ったお金のアドバイスや提案をしてくれるため、将来のお金の不安をなくし仕事へのやる気を高めることができるという新サービスである。その契約されてる会社さんって今どれぐらいの数？
でこれが先月末にリリースしたばかりでございまして、中小企業の会社様が、契約企業でいくと5社で、大企業は非常に倫理のところで時間にかかっていて、本当にこのまま大企業向けの商材として展開していくべきなのか、もしくは倫理の決済が早い中小企業さん、ここにサービスを広げていくの、いった方がいいのか、ここはまさに今悩んでいるところですね。なるほど。価格ってどのぐらいなんですか？100名未満の会社さんですと月額5万円、100名以上の会社さんですと1名あたり300円の重量課金と。今大企業さんはもう石川さんの肌感的にはもう決まりそうな感覚なんですかね。これはもう確率論の話になってくるのかなというふうに思っておりまして、企業さんの課題に対してその優先順位が我々のプロダクトで解決できるかというところですので、10社当たって1社ぐらいの角度かなっていうのが私の今肌感覚ですね。ですので大企業さん、多くの大企業さんと対話を重ねる中で事例を作って実績を作って展開していく必要があるのかなというふうに思っております。サービスっていうものはいいものを作ると基本的に多分予算をつけていく。だから予算内でやろうとするとどうしても弊害が出てくるので、どこの企業さんも、形上の予算は取ってると思うんですが、自由に予算を配分できる枠っていうのがあると思うんですね。そこを取っていこうとするともう端的に、どのようなメリットが自分たちに享受できるのかっていうところがまだちょっと先ほどのプレゼンテーションの中でちょっと見えてこなかったので、そちらの方をお聞きしたいなというところかな。我々のサービスで何が刺さるかっていうのを、これまずシンプルに言いますと、まずエンゲージメント向上につながりますっていうのがまず一次回答かなというふうに思っています。これファイナンシャルウェルビーイングっていうものがございまして、お金の不安がなければ皆さん仕事に集中できるんじゃないですかっていうのが平たく言うとそういう話なんですね。で我々のプロダクト、ここの定点観測できるようになっておりまして、従業員の方のお金の状態を測りに行くと。なので昇給のタイミングで上がったときに、今回の昇給幅って本当に従業員喜んでくれているのかであったりとか、ボーナスの額に納得できているのかであったり、お金の不安の尺度って今どういうふうになっているのか、でそれに対してあらゆる金融サービスをレコメンドする、お勧めするっていうところができますので、ここがエンゲージメントっていうところを底上げするために我々のプロダクトの機能として有している、技術的なところがありまして、そこを指していくというところですね。逆に言うと見える化してしまって不安になる人も出てくるということですね。おっしゃる通りです。見える化することによって逆に言うと不安を煽っちゃう企業さん、どちらかというと日本の中小企業さんの方はどちらかというとこっちの方が圧倒的に多いと思うんですよ。でその中でターゲットを絞ってどのような営業方法を今現状されてるんですか？まず大企業向けなんですけれども、私ちょっと別法人にも席があってですね、これ年金業務の政令指定法人に今席を置かせていただいているんですけれども、約800社強の大企業さんの年金債務の計算をしているというところがございますと。ですのでそういった会社さんとつながることが比較的できるというところはまず一つございます。で中小企業向け、ここを展開するかどうかっていうところが、まさに今一番悩んでいるところでございまして、企業型の確定拠出年金っていうのはこれ足元今月次で500社ぐらい中小企業がドカッと今新しく導入をしているんですね。ここのパイプになっている金融機関さんと業務提携をして、制度導入時に我々のシステムもインクルードして展開していく、これは戦略としてあり得るのかなというところで、金融機関とどこまで提携しましょうかというところが、論点としてはあるというところですね。エンゲージメント向上っていうところでいくと、数値化しにくい部分があるかなと思ってまして、で今回これが数値化されるのってどこだろうと考えたときに離職率かなっていうのを一番に思ってます。具体的に離職率がどんぐらい下がるみたいな事例が出てきたら、実際に ROI の計算とかがしやすくなってくるのかなと思ってるんですけど、そこを集めたいっていうのが切実な願いでして、そこをいかに早くデータを集めてサービスの営業サイドに底上げできるかっていうところが、一つ今我々サイドの課題感であって、どういう形で座組みをすればですね、そこの情報を客観性を持ってですね、効果が確かにあったというところを測れるかっていうところ、このあたりの営業戦略的な話であったりデータの取り扱いっていうところは、まさにちょっと相談ができると非常にありがたいなと、助かるなというふうに思っているところの一つですね。僕はお話聞いてて思うのは、学生の段階からそういったものを大学に対してサービスを入れた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。例えば学生が企業を選択するとき、例えば導入している企業さん、導入してない企業さん、導入してない企業さんはどこかから何かしらの公開されている情報の中からこれを
取ってこないといけない。ここの企業さんって、実は給料少ないかも分かんないけども、こんなものが用意されてますよっていうのを学生に見える化できるようにすると、一つ学生の選択肢として企業を選ぶ一つの判断材料になるっていう情報を各大学のところに提供する。それを導入してそれを公開している企業さんの方が募集数が増える。これって多分すっごい分かりやすいと思うんですよ。ただそこがないと社長のおっしゃられてることっていうのはいつまでたってもやっぱ机上の空論なので、現状働いてる社員に対しての効果だけではなくて、入社するための効果としてプロモーションに使えるようなことをすると、先ほどの予算のところも別の予算から取ってこれるような。実は国立大学さんとはい一部の私立大学さんとちょっと提携させていただきまして、今まさにその取り組みをしているというところがありまして、背中を押していただけるような今ちょっとアドバイスをいただけたので、ちょっと嬉しく思っているというところですね。じゃあすいません、ちょっとオファーさせていただきたいんですが、当社も取引で大手のところと取引しているところがあるので、そこを例えばマッチングさせるっていう形で、御社との取引やらせていただければなと思っています。沖沢は取引を希望する場合、任意のタイミングで取引金額を提示してオファーを行う。また沖沢は最終的にオファーをしないというノットオファーを選択することも可能。逆にプレゼンターはオファーされた金額の交渉や拒否、さらには複数のオファーを受けることも可能である。例えば大手企業であれば、制約した金額の例えば 10% ですねという形でうちの方に紹介料として払っていただくことですね。契約してからの LTV はかなり長いかと思っておりまして、例えば契約して5年間売り金の 10% を払い続けるっていう形、これであれば1万人の会社さんであれば、年間で360万円でかけることの5年間ということであれば1800万円が紹介費になってくるっていう形ですかね。それでいいと思います。じゃあ私もオファーいいですか。小倉さんが学生のお話を出してくれたので、ちょっとうちが大学生のインフルエンサーを扱ってる会社なので、やっぱり就活の悩みだったりとか、そういうところもすごく学生の方から聞いてたりしていて、で私としては今就活イベントをちょっと企画をずっと進めていて、だいたい1社さんあたり20万ぐらいで学生のインフルエンサーの子たち、就活をこれからしようとしている、大学2、3年生、1、2、3年生ぐらいの子たちを対象に、ちっちゃい時で30人、多い時で、7、80人ぐらいの学生のインフルエンサーの子たちを招待して、実際に就活イベントをやって、その様子を SNS で発信してっていうことをやっているので、学生がこういうものを使ってるっていうのを知った企業さんは多分取り入れようっていう、またそっちの企業さんへのプロモーションにもそれは使えるのかなと思ったんですけど。我々で金融教育のイベントを開かせていただいて、インフルエンサーの子たちがそれを聞いてストーリーだったり、投稿で波及させます。でその後続のイベントですよね。一般の大学生を例えば400人とか500人集めて、それは結構大きなイベントになってくると思うので、先ほどの20万っていう、金額はかなり安いのかなっていうふうにも感じるので。アプリケーションを開発できる環境にはあるんですか？おっしゃる通りですね。すべての開発ができます。であれば多分B2B の企業さん向けの提案よりも、B2C のサービスをお作りになられても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。例えば企業の中でこういうふうな役職についてこういうふうな実績を上げるとこうやって増えていきますっていうようなものが学生向けにできるようなアプリを作られると、個人的な参加者多いんじゃないかなというふうに思いますね。僕は非常にそれは面白いなと思いますね。先ほどの学生の集客っていうところの話があったと思うんですけど、自分が今現役の学生っていうのもありまして、学生の集客に結構強みを持ってる会社なので、自分は結構関西の方を中心にやってるので、おそらく東京でやってますよね。なので関西の方でも同じようなことができたらとても嬉しいなっていうのがまず一つと、先ほど大企業か中小企業さんかどっちに狙うか今悩んでるってことだと思ってるんですけど、今現段階で平均単価どれぐらいを狙ってるのかなっていうのが一つ気になりました。ありがとうございます。まず、大阪でも学生に向けたイベントのお取り組みをされているということに関しては、我々日本全国でサービス展開をしていきたいと思ってますので、ぜひ具体的な話をまたさせていただけたら嬉しく思いますというのがまず1つ目の回答でして、で2つ目の回答に関してはボリュームゾーンとして1000人から3000名の会社様が一番刺さりやすいんじゃないかというところの仮説は今立っているんですね。
一つ前提として3000名の会社様であれば重量課金で300円かける3000円になりますので、月額で90万円、これを12ヶ月かければざっくり言うと年間予算としては1000万ぐらいになってくる。中小企業とターゲットをおそらく切り分けた方がよろしいかと思うので、平均単価っていう概念ではなくって、どのくらいのボリュームゾーンが一番刺さりそうかっていう形で、そういう整理を当社内では今行っているっていうところですね。ありがとうございます。そしたら弊社からもちょっとオファーさせていただきたくて、商談を1つセットするごとに5万円いただきたいっていう内容で。アウトバウンドの家電って我々も約2年間続けてまして、いろんな会社さんに断られながらリサーチはずっとかけていたところ、その時に成果報酬で5万だと我々今までかけてきた金額的には結構しんどいよなっていうところが率直なところとしてあって、例えばなんですけど、成果報酬型の方が選びやすい、選ばれやすいみたいな、今後出てきたりするのかな。成果報酬型なんか断る理由がないじゃないですか。企業がやばいっていうぐらい。